こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日はね、すごく簡単なので塩麹をちょっと作ろうと思います。塩麹ね、塩の代わりに、使うんですけど、とても美味しくて体にいいのでね、いつも使ってるんですけど、またちょっと減ってきたので早めに作っておこうと思ってすぐできるんですけど作っていきます。米麹はね、こういうの 300g 入っているのを使います。塩は 90g です。あとは水はね、米麹が絶えず浸っているくらいの水の量です。米麹がね、水を吸収するのですぐ水が減っていくんですけど、最初のうちは水を足しながらね、はい、乾燥し上の方が乾かないように絶えずお水で浸して1週間ほど置いとくんですよ、常温に。1週間ほどね。そしたら美味しくなります。できたらね、冷蔵庫に保存します。はい、お願いします。瓶はね、アルコールで消毒しましたよ。これにですね、麹を入れます。よっと。簡単にすぐできるのでね、作って使ったらいいと思います。野菜サラダとかはね、塩麹使うとマヨネーズ使わなくなりますし、体にいいと思います。塩麹とね、オリーブオイルと胡椒だけで十分美味しいですよ、サラダ。よいしょ。はい、300g 入りました。塩 90g 入れます。これ入れづらいから入れづらいかと思ってこんな入れ方してます。はい、もうできましたよ。簡単、とても簡単ですわ。で、箸かなんかで混ぜます。アルコール消毒したのでちょっと瓶がアルコールで濡れてたけど、よし、ちょっとこう混ぜてですね、手で混ぜたら余計良さそうですよ。手の菌がねついて。そしてお水入れます。300cc 今入れました。でもこれね、水を吸うからね、水分が足りないようだったらまたね、少しずつ足せばいいね。これで完成ですわ。毎日ね、1日1回スプーンかなんかでかき混ぜます。そして常温に置きますよ、冷蔵庫入れないで。蓋したら密閉するので、キッチンペーパーかなんかで蓋します。ちょっとキッチンペーパー切らしてしまったティッシュにしとこう。まあとりあえずこれをキッチンペーパーの代わりだと思って
輪ゴムかなんかでしておきます。で1週間ほどしてね、これが滑らか、こういう感じになってきたら出来上がりなので、今暖かいからね1週間もかからないかもしれないけど、ドロッとしてきたらね、で味見たらとろみがあってちょっと美味しい塩になってます。そしたらこのキッチンペーパーを外して蓋してね、冷蔵庫で、保存します。そして野菜とかにねかけて食べます。オリーブオイルと胡椒。はい、とても簡単なので体にいいし作ってみてください。トマトにね塩麹かける時にちょっと作ってみますね。トマトは切りました。そしてね、よいしょ、オリーブオイル使います。オリーブオイルもね体にいいので。そして胡椒をかけます。そして塩麹をねちょっと回して、これぐらいちょこちょこちょことかけます。私の場合ね。そして食べます。もう最初から混ぜてかけてもいいんですけど、私いつもこんな風にしていただいてます。とってもマヨネーズより結構美味しいので、好みもよりますけどね、こんな風にして食べてます。美味しいですよ。塩麹、先ほど作った塩麹、ちょっと水分がね麹に吸収されて減ってきました。で麹の量がちょっと多くなってますね。ふやけてきて水分で。まだ5分くらいしか経ってないけど、これ見て、これそしたらだいたい料理に使う時はね、塩1の時は塩麹2とか2倍ぐらいの量かな。その代わりうまみがあるからね、うまみ成分は控えても大丈夫そうですよ。塩麹とか焼き飯チャーハンとかに入れるとね美味しいです。何にでもいいけどチャーハンが合うかな。はい、混ぜているとだいたい水分がどんどんなくなってきますね、吸収されて。はい、こんな具合です。もしねそれでも足りなかったらね、水分足して上の方がカラカラにならないようにします。1日1回回してね、常温で1週間ほど放置して、とろっとしてきたら蓋をして冷蔵庫保存です。はい、これじゃなかった。というわけでできました。ありがとうございます。はい、モナコのもう一品クッキングでした。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日は塩麹でした。